皆さんこんにちは。今日もおつまみ3品作ります。今回はハイボールに合うおつまみ紹介します。先に1品すぐできる作るんで、それを作ってから他の2品作りましょう。今日の作るおつまみこちら。1品目に作るのはサーモンとカマンベールチーズのオリーブマリネです。そして2品目3品目、ブロッコリーのペペロンチーノ風、そして秋ナスのカツオチーズグリル作りたいと思います。ではお酒を用意して一緒に作っていきましょう。はい、じゃあまず野菜からまとめて切っちゃいましょう。今回ね、紫玉ねぎ使うんですが、普通のね、玉ねぎでももちろん OK です。もしね、紫玉ねぎあったらこっちの方が美味しいかな。薄切りにしていきます。続いてブロッコリー。ブロッコリーは大きさで言うと、これくらいのサイズがいいんじゃないのかなと思います。ちょっとコツがあって、この茎の部分からいく。で、ある程度包丁入れて、あとはこう裂く。そうするとね、つぼみの部分がね、散らばなくていいんですよ。これちょうどいいかな、ちょっと大きいかな、みたいな感じでサイズを調整していきましょう。続いてはナス。ナス切りましょう。ナス上ね、落とします。これを半分にします。半分。ちょっと、スッと、半分。内側、この部分に、ちょっと斜めに切り込みを入れていきます。この後ね、ちょっとフライパンでささっと炒めるんですが、すごくね、火のね、通りが良くなったり、ちょっとしたひと手間だと思ってください。で、続いてニンニクはみじんです。切り方はこだわりなくみじん切りになってれば OK です。ペペロンチーノ炒めみたいな感じで炒めるので、超みじん切りにしなくても僕はいいかなと思ってます。軽く洗ってもいいと思います。そして続いてはオリーブ。これブラックオリーブ使ってます。ブラックオリーブね、美味しいよね。僕は結構ね、好きで冷蔵庫に常に常備してるんですが、よく僕らのレシピも登場頻度は結構高いかなと思います。賞味期限もね、割と持つんで、小瓶でね、1個持っておいて、サラダに足したりいろいろね、してみるといいのかなと思います。チーズ切りましょう。スーパーで売ってる普通の個包装されたカマンベールチーズを使ってます。食べやすいサイズぐらいがいいので、だいたい 20g を4等分の目分量でしました。なので1個あたり 5g ぐらいかな。ちょっとしたね、コツなんですが、こういうチーズ系をね、切るときはこういう僕は個包装の上で切るようにしてます。ちょっとね、汚れたりするのも嫌なんでね。で、続いて、もしね、あればパセリ、生パセリ使ってます。ドライパセリでももちろん大丈夫です。こんな感じ。でね、パラパラと散りばめるものなので、めちゃめちゃ細かくしなくても僕はいいかなと思ってます。で、野菜とかね、こうお肉、魚切るときは、まな板はね、ぜひ分けてほしいなと。僕らは割とこの透明なやつは肉、魚を切ってます。で、今回ね、ベーコン、これ加熱済みのね、食材なので、普通の木のまな板でもいいかとは思うんですが、分けてあげるとより安心かなと思います。じゃあ続いて、サーモンを切ります。スモークサーモン今回使ってももちろん大丈夫です。でね、切るのが面倒さだったらね、お刺身用のサーモン買ってきてやったらすごくね、楽に作れるんじゃないかなと思います。包丁が動くように切ってあげると上手に切れるのかなと思います。包丁のこの顎の部分からね、先の方にこうスーッと。こんな感じで材料全部切り終わったんで、あとはね、1品目ささっと作っちゃいたいと思います。調味料入れていきます。醤油、オリーブオイル、レモン汁、そしてお砂糖、塩コショウ。今回はホワイトペッパー使ってます。もちろんブラックでも OK です。わさびがちょろっと。わさび。僕はちょっと多めに入れようかな。はい、だいたい2センチぐらいかな。で、よく混ぜましょう、先に。でもし、泡立て器みたいなね、あったりしたら、それで混ぜるとね、よりよく混ざります。で、混ぜてるとね、オリーブオイル入ってるんで、乳化してちょっとこうね、透明になってきて、とろみがついてきます。そうするとね、全体よく馴染みました。そしたら、あとはもう入れてください。はい、玉ねぎ入れて、ビーフ入れて、サーモン入れて、で、チーズこっちね。これ。あとは混ぜるだけ。超簡単。もうこれでね、できます。あとはね、もうハイボールですよ。僕が大好きなイチローズモルトっていうもので、オープニングのウイスキー取りましたが、ふるさと納税の時期ですね、そろそろね。今年もイチローズモルト何本か頼んでみようかなと思ってます。ぜひ皆さんもね、ちょっとお気に入りのウイスキーがあれば、ふるさと納税やってみてください。とか、喋ってる間に完成。あとパセリ振っちゃおう。ほい。OK。では盛り付けます。これ、ヘルシーでいいじゃないですか。
紫玉ねぎ入るとやっぱりね、色がね加わるだけで美味しそうに見えるよね。もしね紫玉ねぎあったらぜひ使ってみてください。1品目完成。続いて2品目3品目作ります。まずはねブロッコリー、これね先に加熱するので耐熱容器に入れてお水ちょろっと入れました。大さじ1、2ぐらいかな入れてレンチンします。600ワット 2、3分ぐらい。ちょっとね大きさによってね変わってくると思うので、まず2分やってみて、それでちょっと硬かったら追加で30秒って出してみて、2分から3分ぐらいやってみるといいのかなと思います。レンチンしてる間にナス焼きましょう。オリーブオイルシャシャッと入れて、切った方からね内側の部分からブロッコリーがいい感じです。ちょっと置いていきましょう。ナスを加熱していきます。で中火ぐらいかな、焼き色がつくまで焼きましょう。ちょっと今中火でしっかり焼き色がつくまで炒めております。ちょっと焼き時間があるので僕の好きなお酒をご紹介します。イチロードモルトウイスキー。なんか結構ね最近は割といろんなとこで置き始めて、僕はよくねこういうハイボールにして飲むんですけど、すごく美味しい一本かなと思っております。日本のウイスキーの中でも結構金賞か何か取ったウイスキーだったりします。有名なね、だから名実ともにちゃんと人気なウイスキーで、もちろん味も美味しいで、そんなこんなで話してるうちにナスがいい感じに料理の下しっかり焼き色がついたので、そしたらこれトースターに並べます。こんな感じでチーズ上にポロポロと置いてね入れていきます。でチーズの量はね、もうぶっちゃけお好みです。潰しを振りましょう。全体的にこんがりね焼いて、香ばしいかつお節も美味しいんで、全部あとで食べるそのままバーフと、あとはトースターで。そしたらね、先ほどナス焼いてたやつ、そのままいっちゃいましょう。オリーブオイルとニンニク。フライパンねめちゃめちゃ温度仮に高くなってたらニンニク焦げちゃうので、その温度だけは調整してあげてください。ニンニク焦げるとねめちゃめちゃまずいのでお酒飲めなくなっちゃうんで、ここだけは丁寧に、温度管理をしてあげましょう。この爪でね、種辛いからね、種は取ってもこの後もいいですが、辛かったら取ってください。ちょっと炒めると香りが立ってきます。そしたらベーコン入れます。今ナストースターしてるんですけど、チーズね溶けるぐらいでいいので、温度設定ができるんだったら低いか中くらいの間ぐらいの温度で、大体4分5分ぐらい丁寧に火を上げせてあげるといいのかなと思うんで、こっち料理してるね時間もあってドタバタすると、そういう時はね片方弱火にしてあげると安心して料理ができるかと思います。はい、そんなこんなで次はベーコン入れて炒めてます。弱めの中火で丁寧に火は入れてってます。そう焦げることはあんまないので、ベーコンもね徐々にカリカリになってくるんで、この辺のバランスはちょっと調整しながら料理してあげるとより上手に仕上がるんじゃないかなと思います。先ほどチンしたブロッコリー入れましょう。ブロッコリーね水分あるんで、水分は入れないようにお気をつけを。あとは炒め合わせ、塩気が多分足りないと思うので、塩気シンプルにしてあげて、オイルがいっぱいあってパンつけて食べたいとかご要望がある場合は、オリーブオイルの量を大さじ3とか入れてあげると、パンつけて食べても美味しいかなと思いますので、オイルの量は調整してみてください。おい、こちらどうでしょう。鰹節がちょっと気持ち色づくぐらいかけると結構香りが立って美味しくなります。お醤油ちゃちゃっとお好みでねシャ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 とかけたら完成。ブロッコリーも大胆に盛り付けて、さあ落ちちゃったやつを食べます。うまい OK。 よいしょ、うまそう。チーズもいい感じ溶けてるね。チーズはねぜひ皆さんも好きなチーズ乗っけてください。今回はピザ用チーズ乗っけたんですけど、いい感じにね溶けるところまで火を入れてあげてください。これ完成。絶対酒うまいやつに完成しました。ブロッコリーペペロンチーノ風。そしてこちらナス、チーズが美味しいんで鰹節と一緒に召し上がれ。お酒美味しいよ。
す。